皆様お待たせしました。では始めますね。今日はお天気もいいので、ブリティッシュコロンビア州の方では皆さんお出かけしてらっしゃるかなと思うんですけれども、始めさせていただきます。それでは、皆様こんばんは。新移住者委員会の J ニック高林美希です。月1回の割合でカナダ日系社会145年史を学ぶセミナーの今日は第6回目となります。J ニック新移住者委員会は全カナダ日系人協会 NAJC の傘下に昨年設置された戦後に日本から移民してきた人たちの集まりです。この会の目的は単に新移住者の間での相互理解とつながりを深めるだけではなく、すべての日系人同士の連携を強め、世代を超えて広く呼びかけて、より良い社会を築き上げるために力を合わせてやっていこうというところにあります。誰もが気軽に参加できる座談会や、日系史を振り返る歴史セミナー、遠隔介護ネットワーク、インターカルチャラルマリッジシェアリングサークルなどの活動を通して日系コミュニティのつながりを強くしていこうと願って活動しています。皆様に参加にあたっての4つのお願いがあります。マイクはミュートでお願いいたします。ビデオカメラはできるだけオンでご参加ください。画面に映りたくない方はどうぞオフにしてください。質問はなるべく簡潔にチャットボックスに書き入れてください。そして最後に録画・録音撮影はご遠慮ください。講師はいつものように元日経ボイス編集者でコラムニストの田中祐介さんにお願いいたします。田中さんの35分ほどのお話の後、ゲストに同志社大学の泉真澄教授に日本から出演していただきます。泉先生の30分ほどのプレゼンテーションの後に次応答に移ります。時間のことで、今日は泉先生への質問を最初に優先いたしますので、質問なさりたい方はできるだけ早くチャット欄に打ち込んでいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。お待たせしました。田中さん、よろしくお願いします。失礼しました。こんにちは、田中です。それでは、トロントからランドアクノレジメントをさせていただきます。私たちの住んでいる土地が代々先住民たちによって受け継がれてきたことを再確認し、母なる大地の自然環境を守り、共に生きていく責任を自覚したいと思います。言葉で言うのは簡単ですけれども、行動に移すのは難しいことです。ご覧の新聞記事、これですね。これは1998年の日経ボイスの日本語記事ですけれども、NHS がこの10年前の1988年にカナダ政府との間でリードレス合意に達しました。そしてその直後から先住民を支援し、自然を守るという約束を何とか行動に移そうとしてきました。その一例がこのアルバータ州ルビコン族の未譲渡の土地での森林伐採問題でした。この記事は LAJC の人権委員であり、バンクーバー移住者の会の創立者、影達夫さんが書いたものですが、LAJC は90年代初期からこのアルバータ州の先住民の土地での森林伐採問題と深く関わっていました。この問題をですね、複雑にしたのは、大昭和カナダという日系企業が森林伐採を強行していたということがあります。Friends of Rubicon という市民団体と先住民のグループがトロントのビジネス街にある大昭和が入居する、大昭和カナダですね、が入居するビルの入り口でプラカードを持って集会を開きました。こういったイベントを写真に撮って取材する日系メディアの記者はいつも、私一人でした。おかげで覚えめでたく商工会議所とか総領事館の方には
いつ会っても木で鼻をくくったような顔をされてきましたけれども、僕はそういった彼らの反応自体に、影さんの言う企業の責任とは何か、私たち市民としての責任とは何かの、その葛藤がですね、現象として現れていたと思っています。90年代と今とでは環境保護に対する企業の説明責任は大きく変わりました。今では市民も企業も先住民の生きる権利である自然保護に対して責任を負っているからです。次お願いします。さて、前回は1920年代、30年代の日系社会の動きを労働組合、それから、両者団体ですね、そして農会、農業組合に焦点を当てて紹介しました。また、政治に達した年長組の2世たちが体制的人種差別、つまりシステマティック・レイシズムですね、に抵抗し始めたことにも触れました。今日は、真珠湾攻撃の前後、日系人がどのように行動したかを見たいと思います。嬉しいことにですね、今日のゲストは、米国とカナダの日系史の専門家でいらっしゃる、泉教授です。戦時中の手術は先生にお任せして、僕はモデルケースとなるであろう3人の一世を紹介したいと思います。次お願いします。まず最初に、下田正和ヘンリーさん。彼は1910年に熊本で生まれて、2004年3月に94歳でトロントで亡くなりましたが、亡くなる前の3年間ほど、下田さんは僕の日系ボイスのオフィスに頻繁に現れていました。訪れてきました。最初はただの暇つぶし。日系文化会館で行われているシニアのためのビンゴゲームがもう毎週しょっちゅうやられてましたけども、それにはあまり興味がないとおっしゃって、日本語が自由に通じる、使える僕の部屋ですね、僕を相手に昔話に興じていらっしゃいました。ところが、僕にとっては、彼の体験談は、聞いたことのない移民史だったのです。そして彼が幼い頃に別れた弟の話をするたびに、目に涙をためて、弟には本当にすまないことをしたとおっしゃるんです。どうやらそこに彼が生涯引きずってきた心の傷があるのではないかと思いました。そして何度もそれを語るということは癒されたいと思っているのではないかと推察しました。そこで、下田さん、自伝を書いてくれませんか？お手伝いしますから。その代わり、書き上げるまで死んではいけませんよと、冗談めかして、提案しました。彼は実にそれから2年間をかけて、自伝を書き上げました。つまり僕とキャッチボールしたわけです。何回もここをもっと膨らませてとか、この事実をちょっと書き足してとかいうようなことですね。僕のインタビューに答える形で、その自伝を書き上げた後、インタビューに答える形で1時間のビデオを完成させました。そしてその DVD を彼の誕生日のプレゼントとして届けました。3月です。その1ヶ月後に彼は94歳で亡くなりました。彼の自伝の最後は、ここにある、生者、失滅、会者、成理という言葉で結ばれています。生きる者はすべて滅び、出会いは常に成理となるという意味です。この彼の自伝が、本になってません。PDF です。PDF 版、ヒゴ・モッコス、カナダに生きるです。ヒゴ・モッコスとは、頑固一徹な熊本県人ですね。熊本県人の意味です。下田さんの自伝は5章に分かれています。ここにはありますね。第1章から5章まで。今日はその最初の2章だけを紹介させてください。第1章、祖国時代、14歳で両親のいるカナダへ、スクールボーイ、社食校、
それから酒漁ですね、伐採、運転手、彼25の職業をこなしたとかというふうにおっしゃってましたけれども、そして結婚と同時にほとんどそれから1年も経たずに強制移動しています。彼は自由移動という形で、契約伐採業をしています。つまりゴーストタウンには行ってません。第3章、東部での再定住、家族でオンタリオ州に移動し、別荘の管理人をしています。それからトロントに戻って大陸消費組合という、これは元労働組合をやっていた人たちが戦前やっていたことですけれども、それをやって、その後、ご夫婦でグローサリーショッピング、グローサリーの店、八百屋さんですね、青果店を経営していました。第4章、祖国の地を踏みしめて54年ぶりに郷里を戻っています。第5章、悠々自適のカナダ生活、熊本県人会の会長などなさってました。1910年に彼が熊本で生まれたとき、彼の叔母、父の姉ですね、すでに移民としてシアトルで亡くなっていて、叔父はカンバーランドにいたそうです。つまり移民家庭だったわけです。彼が物心のつく頃には、すでに父もカナダに渡っていたそうです。そして彼が小学生の頃、ある朝起きると母と兄がいない。カナダへ旅立った後だったそうです。その時彼は7、8歳で、4歳の弟は親戚の家に預けられていました。弟はそれから毎日泣き続けたそうです。弟は毎日、母はいつ帰るのかと泣いて尋ねた。私も返事ができず一緒に泣いた。4歳くらいで最も母を必要とする弟がかわいそうでならなかった。1ヶ月近く毎日夕刻になると泣き、母が消えた主婦から思考力もなくし、地方同然の状態となってしまった。と書いています。そして、彼自身も高等小学校を終えると、14歳で両親と兄のいるカナダへ向かいました。つまり、弟正義さんはまたしても一人で取り残されたわけです。後に弟さんはカナダに渡って家族と合流することを拒否いたしました。そして一人でフィリピンに移住したそうです。実は戦前日本から東南アジアに移民した人は非常に多かったです。フィリピンだけでも3万人いました。彼の弟はフィリピンで家庭を持ち、立派に独り立ちしましたが、第二次世界大戦が起きて日本軍がフィリピンに上陸すると、彼は軍属として有無を言わさず兵隊に取られたそうです。そして病気になり、日本で亡くなっています。38歳でした。下田さんは弟正義に関する記述をひたすらかわいそうな弟の一生だったと結んでいます。この写真は残念ながらキャプションがないのですが、カナダで撮られた写真です。下田さんがまだ日本にいる頃ですね。いる頃に撮った写真だと思います。右から父、久太郎さん、それから母、トジュさん、それから横のセーラー服の子がカナダで生まれた弟だと思います。あと、おじたちと別枠にあるのが兄だろうと思います。1924年、14歳でバンクーバーに渡ってきた下田正和さんは、両親や兄と合流し、初めて、両親の情を味わったようです。高級カメラ一式が欲しいとダダをこねて親に買わせています。両親が働く伐採キャンプで、厨房、キッチンですね、厨房の仕事を覚え、それから伐採の仕事に就きました。それから兄と一緒にバンクーバーに出て、スクールボーイを何回か経験しています。このスクールボーイとは、住み込みで家事の一切をしながら昼間は学校に通う学生のことです。
明治時代から戦後まで、戦後の1960年代まで移住者の一つのパターンでした。下田さんは17、8歳で日刊民衆、つまり労働組合のですね、日刊民衆の社食校の仕事に就きました。そして編集長兼社長の鈴木 S と出会っています。民衆は1924年に創刊されていますから、創刊から4年後のことですけれども、彼は社食校の給料だけでは足りないので、自転車に乗って新聞の配達もしたそうです。また、別途に広告の制作を5ドルで請け負ってもいました。ある時、特別広告の食事が終わっても、鈴木社長は5ドルの賃金をくれなかったと書いています。彼は鈴木が毎晩のごとく料理屋で酒を飲んでいるのを知っていたので抗議した。右手に活字をいっぱい握りしめて、あなたは労働者のリーダーでありながら、社員に5ドルの支払いもせず、酒を飲み歩いていいのかと、3時間近く抗議したそうです。彼はいつでも辞める心づもりでいたが、鈴木海蔵氏が、僕が払ってやるから我慢してくれ。君が辞めると今日の新聞が出せなくなるから。と言われたので仕事を続けたと書いています。この3時間の間、一体鈴木はどうしていたんですかと私尋ねました。すると下田さんは、鈴木さんは全く顔も上げずに机に向かって仕事を続けたと、答えています。下田さんはここで民衆を辞めました。再びスクールボーイに戻ってグレード6のクラス、つまり大体グレード6、12歳くらいですか、のクラスで勉強しながら、夜は合同協会の中山牧師の夜学で、英語を学んだとあります。19歳の夏休みはスキーナ川で鮭の漁に出ています。彼はすでに亡くなった人のライセンスを使って漁に出たそうです。当時は漁業ライセンスの管理自体がかなりいい加減だったことがわかります。その鮭漁の様子が書かれています。亡くなった藤川という人のライセンスをもらい、オーロ国2人乗りのコロンビアボートに乗ったとあります。夜は2人とも船の中で着たままで眠る。日曜日の夕方6時に合図があり、網を投げ入れるわけですね。そして金曜日の夕方6時まで、つまり5日間です。船の中で生活した。米を海水で洗い、鮭の取り立ての腹身の美味しい部分を炊いたり焼いたりして食欲も旺盛だったとあります。これが鮭の漁師の生活だったのです。そして1930年代、大恐慌に襲われます。世界恐慌に襲われます。日本人でも夜中にゴミを漁る輩がいるという噂だった。バン市というのはバンクーバー市のことです。バンクーバー市の市役所で、救済権というのは食料との引き換えだと思います。救済権を出していたが、日本人は恥として受け取らなかったと書いています。その大恐慌の最中に下田さんはパウエル街の前川商店に入社しました。今もそのビルは建っています。初めの1週間は、ほうきを持って店内から表通り、裏通りの掃除だった。それから、荷造りのヘルプ、配達のヘルプと徐々に仕事に慣れていった。そして自動車で配達することになった。とあります。彼はすでに運転免許証を取得していました。下田さんはその店で前川商店ですね。で、優秀な営業マンにのし上がっていきます。
さらに、月末の決算は、5、6人がそろばんで計算していたが、私のそろばんが一番確かだと言われるようになった。そうです。業務もこなせるようになり、前川商店の代表として商業組合の役員会にも出席するようになって、主任に昇格しました。ところがですね、そこで上司と衝突して、あえなく辞めてしまいます。社長が泣いて辞めないでくれと頼んできたが、退社した。そうです。1935年7月、これ前年からですね、前年はアメリカで、沖流し、ロングショーマンたちの長い、ストがありましたけれども、それがカナダに飛び火した感じですね。その後、西海岸を運航する貨物船の船員室のウェイターになっています。ところが、1935年に米国とカナダのロングショーマン、荷物を運ぶ沖中市の組合と船員組合が合同で賃上げを要求してストライキを起こしました。これは5ヶ月間、2300名以上の港湾労働者が各地から集まった失業者たちを巻き込んで続きました。下田さんは食料調達の救済部長となって、白人数名を連れて農地にトラックで出かけ、ポテトやその他の作物をもらってきたりしたと書いています。半年近くも続いたストに数十名の日本人が加わっていたのです。しかしながら、クリスマスをもって解散となった。この敗北で一銭とももらえず、6ヶ月のストライキで収入もなく、一文なしとなった。自分で食べていかねばならなくなり、前川商店やユニオン鮮魚店から、魚や漬物をもらい、私がコックとなって内田一作、河合哲太郎さんと3人で暮らしたとあります。ここでちょっと話は変わりますけれども、ここに出てきた内田一作という人は、戦後は日系労組の、戦前です。失礼。戦前は日系労組の活動家で、日系社会では赤と呼ばれて、嫌われていた人です。ところが、戦後になると、それが一転してですね、元労組の活動家が、一世社会のリーダーにのし上がっていきました。この経緯に関しては第7回で語りますが、戦後の日系社会は2世が中心となり、1世はそのサポートに回って一緒に活動したのです。ただ、トロントでは JCCA、日系市民協会ですね、の中に1世だけの部会があり、それが90年代までありました。その遠隔誌35年誌、ここに写っている本です。35年誌の編集者の一人が、この内田一作さんでした。次。はい。1936年、ストライキが解散した後、下田さんは西村商店の営業の仕事に就き、そこで、熊本青年県人会を立ち上げ、各県人会との連絡会議を富士チョップ水で開きましたが、長くは続かなかったとあります。日系人に馴染みの深いこの富士チョップ水の建物は、今でもパウエル街に立っていると聞きました。1941年、真珠湾攻撃が起きました。下田さんがヤマタクシーの運転手をしているときに、奇妙な経験をします。毎晩のように、賭博場昭和クラブ支配人の森悦司を乗せて、ここに写っている森悦司、右から2番目ですね。
な小柄な人です。森悦次に、はい、失礼。森悦次を乗せて、タクシーに乗せて、山タクシーに乗せて、ノースバンクーバーの RCMP のブラッキー警部宅に日産したのです。森はいつもウイスキーや花束を持っていたそうです。以前にも言いましたが、森はこの写真にあるように、RCMP とは、柔道の訓練を通じて、信頼関係を築いていました。森は同時に日本人会の中に設置した自局委員会の委員長でもありました。日本人会は領事館の業務代行をする代わりに、保証金という名目で資金援助を受けていた。つまり、日本政府のエージェントだったわけです。彼らが、森井さんですね。森井さんがブラッキー警部宅で数時間話し合う間、下田運転手は車の中で震えて待っていたそうです。下田さんの文を引用します。ある日のブラッキー宅訪問の記録。車中で通訳の西口朝次郎氏と森井氏が話し合うのを何気なく聞いていて、思わず緊張したのを覚えている。森井氏は、もし移動することになったら、自分はブリッジリバーに移動するつもりだ、と漏らしていた。運転手としてはそんなことを多言できるはずもなかった。だが、事実はその通りになった。結局、政府は総移動を決定したとあります。下田さんの話は延々と続きます。ここでですね、ある女性教員の回想を紹介したいと思います。真珠湾攻撃があった夜から10日間生が敷かれ、バンクーバー市内では日没の後には日系人が出歩くことは禁止されました。一方、バンクーバー島、海の向こうですね、のチマイナスでは、日本国籍者11名が連行されてきました。ただ、日本語学校だけは数日間は閉鎖されなかったようです。1907年、高知県に生まれて師範学校を卒業という、当時としては高学歴の岡田清美さんが書いたエッセイ、真っ暗い夜を紹介します。日本語学校は毎日夕方に始まり、日の短い12月には終わる頃にはすでに暗かったのです。と、入り口の方にパタパタと足音がして、先ほど勉強が済んで返したばかりの子供たちが、私たちは帰られませんと顔色を変えて入ってきた。どうして？だってポンチクラックというのはパンチクロックの意味ですね。製材所のタイムレコーダーだと思います。のところに、ワッチマンが鉄砲を持って立っています。心配はいりませんよ。悪い人が来るといけないから番をしているだけですから。でも恐ろしいのです。そう。じゃあちょっと待ってください。一緒に帰りましょう。と支度をする。ポンチクラックのそばを通るのは私の近所の子供らばかりである。やがて連れ立って外に出ると、先生、ハイウェイを通りましょう。と一人が言う。だって遠いでしょ？私たちは何も悪いことをしていないですもの。静かにワッチマンのそばを通りましょう。でも、ノーノーとみんなが口を揃える。今は言う通りにしましょうと心を決めて道を曲がる。先生、日本語学校はどうなのですか？さあね、お休みになるかもしれませんね。日本語で話すのをやめてください。日本人が通っていると知られるのは怖いですから。でも、あなたたちは立派なカナディアンですよ。それでも日本人の子供です。どんなことになるかわかりません。と極度に恐れる。ちょっと話し始めると、シッとひどく戒められる。
諦めて黙って歩く。10日間生で道に沿ってあるはずの家からも光は漏れてこない。真っ暗な道である。製材所があるためにできている町だけに、歩道は全部板作りである。それがところどころ傷んでいるので、足元を照らすために、ちょっとフラッシュライトを使うと、すぐに叱られる。危ないから、日本人と知られるともっと恐ろしい。と言い張る。私は兜を脱いだ。それから、私たちは明かり一つない中を口も聞かずに黙って歩いた。注意深く、かすかに立てる足音だけが耳に響く。あなたたちに罪はないのだから、と口では言えても、この子供たちがカナディアンであるために、不幸を見ずに苦労せずに過ごされるという見通しはつかない。と書いています。これが開戦直後の夕方の、チマイナスの夕方の様子です。その3ヶ月後、悪夢が現実になりました。バンクーバー島にいた3400名の日系人全員が総移動させられ、日系コミュニティは消滅したのです。作家キャサリン・ラングは、戦前のチマイナス日系社会の様子を克明に調べて本にしています。一方、日本領事館は即座に閉鎖され、領事たちは交換船を待つ間、外出が禁止されていました。この時期、一人気を吐いていたのは森悦司です。彼は RCMP に掛け合って率先して男たちをキャンプに送り出すことで、総移動だけは避けようとしていたのです。そして森は男だけが率先して移動すれば、女性や子供は移動せずに済むのだと発表したのです。鳥取県人会の会長だった川尻岩市さんは、森の言葉を信じて、鳥取県人など108名を率先して連れて、レンペアの道路建設キャンプに向かいました。男たちは先立っており、統率するのは至難の技だったようです。今に日本が勝つ、白人に協力する必要などないと言って、非協力的な国粋主義者たちが全体の半数はいたとおっしゃっていました。一方、下田さんですね、先ほどの下田さん。3家族だけで自由移動しています。これは森林を所有する白人と契約して、一定の面積の森林を伐採して運び出す仕事でした。ただ、最初のリーダー格の人は伐採業などしたことがない人で、全く仕事にならなかったようです。それを見た白人の所有者は、契約を解除しようとしました。そこで業を煮やした柴田さんが、それでも日本人かと立ち上がったのです。彼は自分が全責任を取るから言う通りにしてくれと、仕事を割り振り、すべてを取り仕切ることにしたそうです。そうして万事がスムースに流れ出すと、皆張り切って仕事をするようになったと言います。お分かりのように、前回大草弘和さんがヘネ農会に関しておっしゃっていたようにですね、共同体には良いリーダーがいなければうまく維持できないということだと思います。僕の話はここで終わります。次にゲストコーナーに入ります。泉先生がお待ちかねだと思います。先生の紹介をジェイニック委員の影真理子さんにお願いします。真理子さんもう出席なさってますか？大丈夫ですか？はい。じゃあ、真理子さん。シェアスクリーンの方はそのままでよろしいんですか？はい、いいですか。はい、このままでお願いします。はい。泉さんは東京生まれ、京都育ち、小学校1年
年生の頃、科学者の父親の留学のため、オーストラリアで1年ほど暮らしました。短い滞在でしたが、ご自分の文化的貴族意識を混乱させるには十分だったようで、血筋は 100% 日本人ですゆえ、ミックスレイス、混血ではないのですが、自分が何人かわからない人間として生きてこられたそうです。研究テーマに人や文化の国際移動を選んだのは、ご自身の家族史とも関わりあると思われます。父親は中国、長春生まれであること、ご家族は祖父母の代から大陸との間を行き来する生活をしていたこと、戦後も父の家族が中国政府に依頼を受け、技術を教えるために1952年まで残っていたそうです。また、母方のいい祖父は、神戸のイギリス商館に勤めていたこともあって、自分のものの見方に間接的に影響しているのかもしれないと感じておられるそうです。私自身の家族もそうでしたが、泉先生のご家族もグローバルな国際関係の中で生きてきたことがわかります。泉さんの研究テーマは、日本からアメリカやカナダに渡った人々と文化について、歴史学及びに文化の分野から研究しておられます。そして今現在の研究テーマは、アリゾナ州の日系人強制収容所の歴史で、メキシコ国境地帯でもあり、また先住民、居留区なども多く存在するアリゾナ州の収容所における日系人の生活、そして彼らと他のエスニックグループとの関係などについて資料を集めていらっしゃいます。多くの著作がありますが、最近では20年に出版された日系カナダ人の移動と運動、知られざる日本人の越境生活史があります。それでは泉先生、どうぞよろしくお願いします。はい、どうもご紹介ありがとうございました。ちょっと自分の家族史について、紹介していただいて、最近、日系、ディスカバー日系って、アリゾナじゃなくて、カリフォルニアのロサンゼルスの、全米日系博物館の、ウェブサイトですかね。そこにもちょっと家族史を紹介したりとかってする機会があったので、したりとかはしたんですけど、はい、泉真澄と申します。よろしくお願いいたします。で、ですが、実は、日系人のことを勉強し始めた時には、あまり自分がその家族史、自分自身はずっと日本で育って、海外で暮らしたりしたこともあったんですけど、そんなに自分がトランスナショナルな存在であるということを意識して、必ずしも研究テーマを選んだわけではなかったので、本当にちょっと導かれたというか、そういう感じで、後から、よく考えたら、自分の父親は、入植者2世というか、セトラー2世で満州で生まれていたりとか、あと、母方の方も、明治、幕末から明治にかけてのいろんな中で、国際的な場所にもいたんだなってことを、どっちかというと、後から自分の頭の中でだんだんつながってきたっていう感じになります。で、本日は、鉄条網なき強制収容所ということで、スライドをシェアしますね。始めていきたいと思います。共有していきます。スライドショーでいきますね。見えてますでしょうか？大丈夫ですか？はい。鉄道網なき強制収容所、第二次世界大戦と日系カナダ人ということで、ちょっと割となんというか、自分が節操のない人間なので、アメリカとカナダのことを両方やっていて、なおかつ、
で、いろいろな例っていうのを見てます。で、ご紹介いただいたアリゾナ州のこともちょっといろいろ調べたんですけど、あと今、ツールレイク、隔離収容所であったツールレイクの、で書かれた日記であったりとか、あとカナダに関しては、もうカナダ留学中を20代の頃から、もうやってきているので、ちょっといろんな、もうとにかく、日系人のキャンプに関係することをいろいろやってきてるんですけども、本日は、日系カナダ人の戦争中の体験ということでまとめて、お話をしてくださいということでしたので、そちらの方で、もうほとんど皆さんご存知のことばっかりなんじゃないかなと思って、私はむしろ田中さんの話をもっと聞きたかったんですけど、はい、とりあえず、今、こう出てきたような例のですね、全体的なコンテキストを、ご説明するという形で、はい、させていただきたいと思います。で、今ですね、日本にこの4月の初めから帰ってきて、また同志社大学の方で、復活したんですけれども、この3月までビクトリア大学の方ので、客員研究員をしておりまして、ちょっとランドアクノレジメントそちらから始めたいと思います。ビクトリア大学実は、博士課程の時にも2年間、こちらで勉強して、その時にバンクーバーを中心に非常にたくさんの日系人の、にお世話になりながら、調査っていうのをさせていただきました。で、その後だいぶ時間は経っているんですけれども、日系カナダ人の移動と運動ということで、なんとか日系史を、本当に移住から、現在まで、バンクーバー朝日までまとめるっていう、作業で、本を出させていただいたんですけれども、で、今年ですね、去年の秋から今年にかけて、ビクトリア大学にもう一度、ビジティングスカラーとして滞在する許可をいただいて、今それから帰ってきたところなので、ビクトリア大学の方のランドアクノレージメントですね、ちょっともう読み上げるの時間の関係で控えますけれども、ビクトリア大学が立っている、場所が、ソンギー・エスカヤモト・サーニチの、人たちがずっとこう守ってきた土地であったということを、アクノレッジしたいと思います。で、私と娘連れて行ったので、そこで、非常に、大切な体験をさせていただけたことを、感謝いたしたいと思います。はい。では、本題というか、第二次世界大戦と日系カナダ人ということなんですけれども、日本時間で言うと12月8日、カナダ時間だと12月7日にですね、真珠湾攻撃があり、太平洋戦争が勃発します。で、ご存知の通りというか、アメリカの当時の大統領がフランクリン・ルーズベルト、カナダの首相がウィリアム・ライオン・マッケンジー・キングという人でした。で、マッケンジー・キングさんはご存知の通り、カナダで最も長い間首相をした。で、第二次世界大戦の時に、カナダを率いた首相であったわけなんですけれども、彼は実は日系人との、なんていうか、因縁というか、は、その前からありまして、1907年にバンクーバーで、中国人街と日本人街が襲われるという人種暴動があって、その時の、その被害の調査をしたのは、実はマッケンジー・キングだったんですね。当時まだ、下級官僚だったんですけれども。で、彼の、受けた印象というのが、結局こういう、そのアジアから来たエスニックコミュニティがあると、こういう暴力を生むと。で、これはやはりコントロールをしなければならないというような形の、なんていうんですかね、そういう、決断をして、それもあってですね、この後、この話は出たかとは思うんですけども、1907年から8年にかけて日本政府との交渉で日本からの移民が制限される形になっていくという。だから彼は、この頃からアジア系の問題というのをアジア系のなんていうの、が、引き起こしている問題というふうに捉えていたっていうことは一つ、特筆しておかなければならないかなと思います。ごめんなさい。ちょっと戻りますね。はい。で、こういう、因縁を持った、バッケージン・キング率いるカナダ政府、連邦政府が、最初にやったことなんですけれども、日本人の血を引く者は全部定期性外国人になったということで、実はその前からもその登録の準備というのはされていたんですけれども、この時のその日系人というか、
あ、日本人移民とその子孫というのは、日本国籍を持った人、それからカナダに帰化した一世、それからカナダ生まれですね、まあ、二世以降の人たちというふうに、実は国籍もいる、日本国籍の人、カナダ国籍の人と、分かれていましたし、またアメリカと違って、カナダの方は帰化ができたので、帰化した元日本人というか、カナダ人っていうのがいたということなんです。で、その例がこの、写真の登録証を持った人なんですけども、彼はカナディアンボーンなわけで、カナダ人なわけです。ですが、こういうその登録カードをやっぱり持たなければならなかったということで、すでにもう、大戦の初めから、日系人が、一括りにされて、その国籍には関係なくですね、敵にされたという、まあ、事実があります。で、その後、まず最初にカナダ政府がやったのは強制収容ではなくって、BC 州の海岸に北から南までたくさん日系人が、業者としてですね、まあ、漁師さんとして働いていて、で、水産業に携わる人も入れたらもっと数は非常に多くなるわけです。日系人のメジャーな職業だったわけなんですけれども、その持っていた漁船1200隻が、海軍によってですね、押収されて、それでニューウェストミンスターまで全部連れて、引っ張っていって、で、そこで、まあ、まとめて置いてかれたということなんですね。で、ここで、漁船を奪われてしまいますので、まあ、日系人は仕事を失う、多くの人が仕事を失うということになります。あと、銀行の資産が凍結されるとか、新聞が発行停止になるとか、日本語学校が閉鎖されるとか、いろいろな形で、最初にですね、戦争が始まって直後に、日系人に対していろいろな制限がかけられたということですね。で、ここでちょっと注目したいのは、これをやったのは海軍なので、軍隊がですね、ここで、まあ、最初に、動員されて、まあ、一番その軍事的に関係があると思われる、その漁業に対しては、まあ、軍隊が動員されて、まあ、こういう形の、権利の制限というものが起こっているということです。で、その後ですね、これ12月からもう、始まっているいろいろな、権利の制限に加えて、だんだんと、日系人に課される、制限が強まっていきます。一つがですね、重要なポイントが、年が明けた、1月14日ですね、防衛地域というものが設定をされます。で、これが、太平洋岸から100マイル地域、160キロぐらいの地域ということで、これアメリカの方でも、防衛地域というのを設定してるんですけれども、カナダでも同じような形で海岸線が、防衛地域に指定されます。で、ここからですね、私これ知らなかった森のアイディアだったっていうのが、とですね、まあ森とそれから、カナダ政府との間ですね、ちょっと、どういうやりとりでこうなったのかっていうのは、もうちょっと調べないといけないなと、というか確認をした方がいいなと私も聞きながら思ったんですけど、とりあえずですね、この1月14日の段階で、政府からの命令っていうのは出てまして、18歳から45歳の日本国籍の男性は防衛地域から立ち退きをせよということで命令が出るんですね。で、この18歳から45歳の日本国籍なので、カナダに帰化した人は日本国籍者じゃありません。あと2世も日本国籍者じゃないので、まあ、徴兵というか兵隊になる年齢の男性、で、まあ、なおかつ、まあ、実際の敵国人、法的に言えばですね、敵国人である、男性という形で、かなりなんていうか、枠を決めた形で立ち退き命令っていうのが最初に出ています。で、これアメリカはやってないので、まあ、もしかしたら森のアイデアだったのかもしれないですし、あるいはちょっとここの経緯もちょっときちっと調べたいなと思いました。で、彼らはですね、立ち退きで出なきゃいけないんですけども、主に、道路キャンプですね、BC 州の、奥地というか、バンフとか行くときに使う、まあ、道路キャンプですとか、あっちこっちですね、そういう、道路建設現場なんかに連れて行かれた方が多かったということでした。
で、ここで、終われば、まだ良かったわけなんですけれども、その後ですね、さらに、日系人を全員追い出せという、まあ、いろんな方面からの、圧力が出てきます。あと、2月の19日に、アメリカの方で、大統領令、9066号で、日系人の西海岸からの全員の強制、移動、立ち退きが、アメリカの方で、発表される。で、1942年の2月の26日に、カナダ政府も、結局はこの、海岸地域からの日系人全員の強制移動命令を出します。で、ここで、その出た命令というのが、日本に人種的起源を有するすべての人物だって、もうなんか、レーションオリジンみたいな、もう明確にもうレースって書いちゃってるところがカナダとアメリカ。まあ、アメリカアンセストリーって書いてるから同じなんですけど。はい。まあ、レースって書いちゃってるところが、さらにカナダすごいっていうところなんですけど、で、まあ、日没から日の出までの、夜間外出禁止令、それから自動車、カメラ、ラジオ、無線、その他の没収ですね。そして、防衛地域からの全員の立ち退きが、まあ、命令されるということです。で、先ほど、その軍の話をしたんですけど、その漁業に関しては軍隊もかなり、まあ、実際に、の防衛という意味から警戒をしていたんですが、この日系人全員の強制立ち退きに関しては、カナダ軍は加わっていないんですね。これアメリカと違うところで、アメリカは強制立ち退きと、それから仮収容所の、マネジメントっていうのは軍がやってるんですけど、陸軍がやってるんですけど、カナダでは軍はもうここでは、なんていうか、関わっていません。実際には、どうも首相は頼んだみたいなんですけど、軍の方が断ったというふうにアンスナハラ書いてます。で、このカナダ軍がこの時どうなってたかってことを考えたら、クリスマスの頃からですね、カナダ軍はもう、シンガポールとか香港とかで、もう大苦戦していて、日本軍が破竹の勢いで時やってたので、非常にたくさんのカナダ軍が捕虜になっていて、この後ずっとね、捕虜虐待とか、いろいろな形で、カナダ兵はものすごく苦労するし、日本に対する、まあ、なんていうか、恨みというか、感情なんかも、非常に強いものが残ったという、片っぽで軍があるんで、だから軍はかかってないんですね。で、じゃあ政府はどうしたかというと、警察を動員してですね、RCMP と、それから BC 州の警察、あと、まあ、バンクーバーの、まあ、ちょっと、名士というか、そういう人を、入れて、BC 州保安委員会、セキュリティコミッション、BCSC というものを立ち上げて、そして、まあ、強制移動を実行するということになりますので、もう明らかにこれ軍が断っているんだから軍事的必要性があったのか怪しいというところですね。で、全員が、まあ、強制移動をさせられるということになります。ノーティスにね、Japanese Racial Origin と書いてあります。はい。で、バンクーバーにいた人たちは、そのまま、残るとりあえず移動までは、まあ、家に入れたというか。で、あとフレーザーバレーとかですね、あとスティーブストンの人たちもちょっと後で話しますけど、まあ、政府といろんな形で交渉して残れるんですが、それ以外のところにいた人たちは、もう強制的にですね、すぐに荷物をまとめて命令が出たら、そしてバンクーバーの、ヘイスティングスパーク、という、まあ、仮収容所というか、に、移されたということで、バンクーバーアイランドの人たちはですね、特に中心に、まあ、バンクーバーにいた人も一部ここに入っていたようですけれども、この仮収容所ってなんかすごく行ったことある方もいると思うんですけど、大きな、もともとその家畜を入れていた、その、場所をですね、に、ベッドを並べて、まあ、女性と子供のセクションと、それから男性のセクションと、分けて、そして男性のセクションは右側の写真にあるようにもう全くもう境目も何もないような形で。で、女性と子供のセクションは、まあ、いろんな形で皆さん、シーツかけたりっていうような形で、プライバシーを守ろうとしたっていう写真なんかね、見たことある方いると思います。
で、ここも非常に大変だったんですけれども、ここにずっといられたわけではなくて、その間に、ブリティッシュ、防衛地域からですね、外に出すために、ブリティッシュコロンビアの内陸部、防衛地域外のところに、キャンプが作られることになります。で、この地図で見ると、この斜め線が防衛地域で、その外側にいろんな、谷が通ってますよね。カナディアンの、なんていうか、山のところに。で、この谷の、中にですね、キャンプが作られるということで、特に、この四角いところが、スローカンバレーかなですね。ケロナとかバンドとか、それのもう一つの内陸部のところですけども、そこに、メインな形で、キャンプが築かれていくということなんですね。で、あと、途中、ホープの、ちょっと途中のもう100マイルからすぐ後のところに新しいキャンプ、歌姫キャンプっていうのが作られたりという形になります。で、ちょっと時間がないのでですね、はしょりつつというか、話をしていきたいんですけれども、このキャンプはですね、全体像を先言っときましょうかね。この、カナダの、強制収容の政策っていうのが、ちょっとアメリカの強制収容といろいろ違うところがあって、イメージが違うところがあるんですけども、一つの大きな違いは、みんが、戦時天住所、軍隊が作ったですね、鉄条網に囲まれて、で、バラックが建てられて、そして軍のその兵士が、警備をしているっていう、アメリカの場合だと10カ所そういう、キャンプが作られるんですけど、全く新たに作られて、で、そこに、鉄条網に囲まれてバラックで暮らすっていう、そういう、形の移動政策が取られたんですが、カナダの場合には、半分くらいの人がですね、今言ったような形の BC 州内の内陸部のキャンプに入って、22,000人ぐらいいるので、半分ぐらいが BC 州のキャンプに行くんですけど、それ以外にですね、最初に道路キャンプに取られた人たちで、この1000人弱の人たちっていうのは、多くの方は、夏以降に今度 BC 州のキャンプに家族が行ってて、そこのキャンプを作らないといけないので、そっちの方にかなり家族とユナイトできた人たちが、多かった。ということなんですね。で、とにかく最初に家族と引き離されてキャンプに連れて行かれて、残った家族は今度家に荷物まとめて女子供だけで、そしてヘイスティングパークスに移動して、で、そこからまたさらに次のキャンプへ移動してて非常に大変だった。いうことですね。また、個人誌はいろんなオーラルヒストリーとかであるので見ていただきたいんですけれども、で、それを経験した人たち、あと、それから、先ほどスティーブソンとフレーザーバレーの人たちなんかは、家族は取られないで、家族一緒にいるんだけど、その代わりに、アルバータ州とマニトバ州の、戦争の時の、生産の、補助としてというかですね、砂糖大根、シュガービーツの農場に、行くっていう、約束をして、お父さんたち、道路キャンプに取られなかったという、そういうグループがあって、彼らは直接、BC から、砂糖大根のアルバータマニトバに行ってます。で、それから、先ほど一人例がありましたね。下田さんでしたかね。自主移動をできた人たちもいて、これは、森とかいろんな人が、交渉してですね、キャンプに行かないで自分で荷物まとめて、車とかもキープできて、BC 州とか、この場合はあれでしたかね、アルバータに行ったんでしたかね、防衛地域の外に移動することを許された人たちもいたということで、一つのアメリカと違って強制収容所のバンってイメージでね、みんながこれを体験しましたっていうのじゃないというところ一つの特徴があります。で、
まず BC 州の内陸部のキャンプがどういうところだったかっていうことなんですけれども、非常にその冬とかですね、寒い、山の中で、しかも、カナダはとにかく今でもそうですけど、労働人口足りないのですね。軍隊がね、アメリカみたいにバーッとバラック作るみたいなことはできなかったので、最初の冬はね、なんか、テントで、暮らしたキャンプなんかも多かったということで、あと、多使命なんかも、急ごしらえで作ったりとかしているので、なんて言うんでしょう、コモデーションっていうんですかね、非常に、寒い中で、暮らさなければならなかった。ただし、あと他の、ゴーストタウンですね。マイニングとかがもうちょっとこの頃になるとダメになっているので、そういうゴーストタウンを、カスローとか、サンドンとか、ちょっと家をですね、空き家になっているところを、ちょっと直して日系人が入ったりという形で、とにかく、なんて言うんでしょう、リソースがない中でですね、無理やりに、BC 州の内陸部にいろんな形で、急ごしらえのキャンプを作った。だから、鉄条網で、囲われた、ちょっと次写真ありますかね。これアメリカのマンザナーという有名な、キャンプなんですけど、こういう形で、バッと連邦政府が、その土地を、連邦政府の土地、あるいは、先住民の土地とかであったりするんですけど、そういうところからリースして、で、広大な土地にバーッとリソース持っていて、人海戦術でバラックを建てて、そして鉄条網で囲って、軍隊が、左側の写真だと鉄条網とワッチタワー、監視所が写ってますけど、こういう形で、作るだけのリソースはとてもカナダ政府もカナダ軍も持っていないので、非常になんていうか、行き当たりばったりの形の政策になっていたということですね。で、こんな形で最初の冬とか特に非常に大変だったということで、いろいろまたオーラルヒストリーなんかを見ていただけたらと思います。で、そういう形でものすごく苦労されたっていうことは片っぽであるんですけど、でも、その中で、じゃあ、人間はどう生きたのかっていうのが私はすごく、片っぽで、その政策の、なんて言うんでしょう、非人道性っていうのも、重要なんですけど、そこにもちょっと注目をしたいと思ってて、アメリカのキャンプでも、それからカナダのキャンプでも、その中でどんな風に暮らしていたのかっていうことも、いつも考えたいなっていうふうに思ってます。で、この写真2つなんですけど、右側の、男の子が伊吹力夫さんで、妹が和子さんって言って、スローカンで初めて生まれた、赤ちゃんだった方なんですけれども、この方が、後で話しますけど、国外追放で、日本に来られて、で、今日本で、神戸で暮らしている方ですね、が、スローカンでの、写真を、ちょっといただいたので、その中でもやっぱり子供たちは一生懸命遊ぶというか、たりとか、あと、幼稚園でなんか、賛美歌を歌ったとか、そういう話をしてくださいました。このあたりの写真はたくさん、収容所関連の写真で、NAJC のサイトなんかも出てると思いますので、左側のこの、女の子、メガネかけた方、道谷由川さんですね。あと、道路キャンプでもう野球をしたとかね、いろんな、学校を一生懸命、ちゃんと政府がしなかったので、日系人かなり自分たちのリソース苦労して集めて、教育ができるようにしたとか、いろいろな話が残ってます。はい。で、あともう一つ、これもだいぶ有名になったかな。朝日の、今、唯一の生き残りの上西さんですね。が、リルエットで、自主移動で移動されてるんですけど、その時に、キャンプの中で、朝日の元の人とかがね、なんか野球できるようにしたりとか、あと、白人のエリアと日系人のエリアと、川を隔てて分かれてたらしいんですけど、その橋を渡って一緒に野球の試合をしたとか、そう
そういう話も起こっているので、この非常になんか厳しい生活の中でもですね、日系人は生き残って、行ったということも、まあ、重要かなというふうには思ってます。で、あと、砂糖大根ですね。これは、もう先ほど説明しましたけれども、戦争で、お砂糖の、生産のために、動員されてですね、ここに移動した人たちが、いました。で、彼らはですね、やっぱり、マニトバ、アルバータは、BC 州の奥地に比べて、さらに、寒冷地で、粗末な、農地のですね、小屋で、水とかも悪くて、その中で非常に厳しい労働をしたということですね。で、もちろん、都市なんかに住むことは、最初のうち許可されなかったので、非常に苦労されたという、まあ、そういうグループがあります。で、その後ですね、それからもう一つですね、カナダの、強制収容の一つの大きな、他の国と違うところ、アメリカなんかと違うところは、政府が、組織的にですね、まず財産を預かるんですね。家とか、畑とか、お店とかですね、あと、細々とした家具とかすべてですね、一回預けるんです。で、それはプロテクティブカストリーで、ちゃんとそれを保護しますっていう形で、強制移動させられるときに預けるんですけど、それをですね、キャンプとか、農場に行っている間に日系人の財産を、本人の同意なしに政府が勝手に、しかもかなり、戦争に行って帰ってきた、他の日系以外のカナダ兵とかですね、いろんな人に売っ払ってしまう。ということで、しかもそこから、まあ、カナダお金使いたくないので、強制移動にかかった金額を差し引いて、そして所有者に小切手を送っているんですね。だから、例えば家をね、買った。それが、なんかもう本当に数百ドルとか、もうひどい時にはもうほとんどもうお金が戻ってこないという形で、売っちゃったからもうこれはあなたのもので人手に渡りましたよっていう形で、その売った小切手が送られてきたということです。で、この話については、日系ミュージアムとかがですね、また展示、実際にそれを経験した人たちの物語として、展示なんかも作ってますので、また、ご覧ください。日本にこの展示を今持ってこようとしています。はい。で、まあ、カメラとかですね、あと家とかすべて、で、漁船は最初に奪われてしまっているので、こういうものもすべて売られてしまいました。ジョイコガーさんのね、お家が、戦前に住んでたお家が、ジョイコガーハウスみたいな感じで残そうと。まあ、ちょっと、ジョイコガーさんのお家いろいろ、まあ、コントロバシーもあるので、まあ、こういう形でですね、住んでいた家がですね、もう西海岸に戻ってもう全く財産が戻ってこないという、帰る場所がないという、そういう形の、政策をカナダは取りました。で、これはアメリカなんかではやってないことです。はい。で、もう一つですね、なんかひどい話ばっかりなんですけど、1943年、44年、45年にかけてですね、キャンプに入っている人を今度西海岸に戻さないためにはどうするかということでですね、いろんな形の画策が起こるんですけれども、最終的には、キャンプにいる人たちに関してですね、戦争が終わったら日本に帰るからそのキャンプにいていい。あるいは、日本に帰るの嫌だったら、日本に行くのが嫌だったら、即、ロッキーの東のこちらが指定する場所に、移動しなさいっていう、まあ、そういう、不可能な二択を迫るんですね。で、最初それで、実際サインして日本に帰りますって言った人1万人ぐらいいるんですけど、戦争が終わってから、さすがに日本に帰りたくないっていう、人たちを、しかもカナダ市民をですね、日本に送るのはまずいということで、最終的に4000人ぐらいの、希望した人は、日本に行ってます。で、この時に、これ戦争終わった後ですね、日本に行ってます。で、その時に、カナダ市民権持ってた人すべて、カナダ市民権なんかも取り上げられているので、まあ、国外追放ですね、送還というか、リパトリエーションじゃなくて、ディポーテーションっていうふうに今は言ってます。はい。で、
結論に近づいていきますけど、というこの強制分散政策ですね。だからBC 州から出て東へ移れ。あるいは、BC 州に残るんだったら、カナダから最終的には出ていけという形の、まあ、二択をさせられたことによって、戦前に BC 州に、2万人以上の人が固まって住んでいたのが、非常にカナダ中にですね、日系人は分散されるということになります。で、このちょっと数字小さいんですけれども、BC 州の人口がですね、非常に大きく減っているのがわかりますね。で、アルバータ州とか、マニトバ州、それからオンタリオ州とかにですね、どんどんと人が移動させられて、で、これは、あともう一つですね、46年と47年の人口の差を見てもらうと、4000人ぐらいの人がカナダから追い出されて、日本に送られているということなんです。で、なんでまあこんなことをしたのかっていうことなんですけど、ちょっと思い出してもらうと、まあ、マッケンジー・キングをはじめですね、日系人固まってたら、レイシズムを呼ぶと。だから、日系人ばらかして消しちゃいましょうというね、まあ、そういうタイプの、なんていうか、人種差別の被害者のせいにするという、まあ、そういう政策だったっていうのが一つの、まあ、重要なところだと思います。でですね、あとですね、もう一つ、これもどこの国でもやってないことなんですけれども、BC 州に日系人をいかに戻さないとかっていうのは BC 州の人種差別政治家の、まあ、最も重要視したところで、最終的には1949年の4月まで BC 州には戻れなかった。しかも財産全部取られて、漁船もない、農地もないっていう形で戻さなかった。っていう。まあ、それが、カナダでの政策だったということです。で、最後ですね、一言だけ言うと、これが、なんか、いろんな形で財産を奪いましたとか、生活難しくしましたとかいうのもあるんですけど、日系人であるっていうことが非常に日系人にとっては辛いことだ。っていうことをなんか植え付けてしまったってとこがあるんですね。特に子供だった人たちにとって、まあ、ジョイコガーなんか非常に書いてますけど、もうジャパニーズであることは嫌だ。っていうことをものすごく植え付けてしまって、で、これ次回の話になると思うんですけども、そこからいかに日系人が今度はジャパニーズであることをもう一回プライドを取り戻していくかっていうのに30年かかります。で、まあ、ご存知の通りっていうか、70年代になってからですね、右側のこの桜とメープルですね、これを、このロゴを作って、T シャツで着られるようになったっていうのはね、70年代、そこまでの間にずっと、まあ、いろんな活動があるんですけれども、今ではですね、その後、日系人のプライドというものを取り戻すような形の運動というのが出てきているということで、まあ、ジョイコガーなんかも書いているように、この、全部のですね、今ちょっと超特急でご説明した、すべてのその日系人に対する、まあ、過酷な政策というのが、自分は一体なぜアルバータにいるのか、自分はなぜオンタリオにいるのかっていうことがわからないで、自分は誰であるのかわからない、そういう状態を日系人に、まあ、内面化してしまったということで、そこからいろいろ活動をしていく中で、例えば、ジョイコガワさんは小説を書きます。タミオ和歌山さんもご存知の方多いと思うんですけど、彼なんかは、まず、この人オンタリオ生まれなんですけど、家族史全然知らないで、南部で公民権運動があった時に行きます。で、写真撮ったりして、その活動に参加したりして、で、やがて、日本に行ったりとかもするんですけど、バンクーバーで今度はコミュニティの活動を支援というかね、に参加し、そして写真を撮ったりする形で、まあ、トラウマの克服っていうのがその後ね、次回にちょっと続けて、続く形で、今日のお話は終わりたいと思います。以上です。すみません。ちょっと時間も、超特急になっちゃったんですけど、こんな感じです。はい。先生、どうもありがとうございました。最後にはジョイコガワが出てきましたけども、僕のここから歩いて15分くらいですよ。のところに住んでいる人で。はい。まあ、時々、彼女をサポートする。他に3世たちがサポートしてるんですね。ソーシャルワーカーも含めてね。で、一応、今のところ元気にしてると。時々メールが入ってきますけ
はい。ビクトリアで、9月にお会いしました。あ、そうですか。OK。で、民生さんは今どうしてらっしゃるんですか？民生さんは亡くなりました。何年前か。何年前か前に。はい。でも、お兄さんはまだ、建築家のお兄さんがいるんですよ。そうです。トロントに。はい。彼はまだ元気ですね。OK。いや、ありがとうございました。たくさん皆さん質問があると思いますけど、どうぞ。僕はありますけどね、たくさん。すいません。ちょっと40分ぐらいで授業が次あるので。はい、そうですね。40分ぐらいまで、はい。OK。います。はい。ミキさんどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、泉先生、本当にありがとうございました。本当に興味深いお話で、あと田中さんも本当にありがとうございました。もっともっと本当にいつものごとく聞いていたいお話ばかりでした。では、西さん、それからまちこさん、質問の方よろしくお願いします。じゃあ、私まず一番最初の読んでもいいですか？はい、どうぞ。いきます。忠文田村さんからのご質問です。アメリカでは incarceration camp、カタカナでは internment camp という、カナダではごめんなさい。カナダでは internment camp という語がよく用いられる気がします。この語句の違いには何か大きな理由があるのでしょうか？もしご存知でしたら教えていただければ幸いです。はい、ありがとうございます。これ非常に重要な質問で、実はカナダでもインカーセレーションキャンプと呼ぶべきではないかという、そういう意見もあります。で、何が違うかというと、インターメントっていう言葉は基本的に適正外国人を収容所に入れるというための言葉なんです。法律的にはそういうことなので、だけど、カナダ市民とかアメリカ市民は適正、外国人じゃないので、だから自分の国の市民を、インカーセレートしたという、監禁したということなので、あれはインターメントじゃない、インカーセレーションなんだっていうことを、例えば、アメリカの、日系アメリカ市民協会ですね、JCL なんかが、もうハンドブック作って、こっちが正しい言葉、インターメントは間違いですっていう形で、出しているんですね。で、カナダでももちろんカナダ市民に対する、人権侵害っていうのはカナダの問題であって、日本との外交関係ではないので、そういう面はあります。ただ、私は、これ両方スラッシュでつなげて使うっていうことも多いんですけど、なぜかというと、逆にカナダ市民であるとか、アメリカ市民であるっていうことを 100% そうだったんだっていうと、一世の、体験っていうものが逆に歴史の記述から抹消されてしまうんですね。だから、今日さっき、私、田中さんの話面白いなと思ったんですけど、実は道路キャンプに、森もそうですけど、道路キャンプとかに行った一世たちも結構日本人だと自分たちは思っていて、で、もちろん戦争中とはいえ、日本を心の中で、スパイとかした人っていうのはいない。今、少なくとも逮捕された人はいないんですよ。一人もいないんですが、でも、100% 日本負けろ、カナダ絶対っていうわけではなくて、それ当然なんですけど、なので、そういうものが全部なかったことにされてしまうっていうところはちょっと問題だなと思っているので、なぜJCL がインカーセレーションであって、インターメントは wrong words とかっていう、そういう主張なんですけど、ちょっと、私はもうちょっと、なんていうか、移民っていうのはそもそもトランスナショナルな存在であって、一つの国に絶対に忠誠を持っていることが正しいとは私は思ってないというか、人間は自分の所属する国家に命捧げなきゃならないものだっていうふうにちょっと私自身は思ってないので、なので、もう少し移民なら移民のトランスナショナルな人たちの生き方、あり方っていうものをそのまま捉えたいなと思うので、ちょっとインターメントとインカーセレートの両方使ってます。はい。長い答えになりましたけど、これ普通めっちゃ深い問題なんです、実は。はい。ありがとうございました。まちこさん、次のお願いします。はい。では、翔平高島さんからです。
日系史の歴史をご教授いただきましてありがとうございました。バンクーバーのマープオープにジョイ小川さんの成果があると小耳に挟みました。一般公開はされているのでしょうかという質問です。はい、ありがとうございます。現在どうなってる？小川ハウス空いてますよ。レジデンスという形で募集して、そこに住み込んで、物を書いたり、作ったりするという、システムが出来上がってますね。小川ハウスという。はい。で、それヒストリカルサイトにしようっていう案もあるんですけど、ちょっとね、お父さんのこととかもあるので、まだ決まってないってあります。手上がってますけど、何か補足とかできますか？ない。小川ハウスについて何かご存知の方いたら。手挙げてる方、直接聞きますか？質問でしょうか？どうやってやるんだろう？ごめんなさい。めぐみアンダーソンさんですかね。はい。もし補足説明とかあったらお願いします。どうですか、めぐみさん。ください。私、他の、あれを質問したかったんですけども、でもちょっと、ジョイ小川さんの実家の話は、おばさんの話とか、あれが、彼女が、賞をもらったりとか、ガバナージェネラルの賞をもらったとか、一時ものすごくニュースになったんですよね。で、それで、サポーターが出てきて、それで、ジョイ小川さんが、自分の家で、桜を見たとか、小説の中で、おばさんの中で書いてるのを、懐かしく思い出して、その実家に、戻りたいみたいなことをね、おっしゃってた時期があったんですよね。もう何十年前の話でしょうかね。で、それで、彼女をサポートするグループみたいなのができて、お金を集めて、家を買ったんですよ。で、それを、レジデンス、ライターインレジデンスみたいな風に、されたんですよね。そういう、あれがあって、彼女が説明するときに、うちで、実家の中で、家を買った後だと思うんですけども、そういう模様、前だったのか、ちょっとそこが今、記憶があれですけども、彼女が説明するときがあって、私もたまたま、チャンスがあって、一般に公開されてたんで、ドロップインした経験があるんですよね。で、そういうことです。その通りです。2002年くらいに、ジョイ小川が車に乗ってですね、マーポールのあたりをこう回っているときに、自分が生まれ育った家を見つけるんですよ。で彼女は大興奮してですね、その時一緒にいた人がこう写真を撮ったりする。その中でね。ところが他人に渡っていた。で、その人もこう、今、家を売るという時だったわけですよ。で、日系人だとか、それから、ノンジャパニーズの人たちもですね、こう集まってきて、なんとか買い戻そうという大運動になったんです。2002年、3年、4年くらいかな。それからずっと、それが今、小川ハウスになってます。ということです。はい。じゃあ次いいでしょうか。あれですね、長崎への道っていう、メモワールの中で詳しくそのいきさつ書いてます。そうですね。日本語に訳してあるので、長崎への道。そう、日本語版がありますよね。あります。はい。泉さんがなんか努力して、ちゃんと出てますよね。はい。僕も読みたいと思いますけども。なかなか衝撃。ありますかね。いや、衝撃的ですよ、あの本は。そうです。その通りです。あれを読まなくちゃいけないですよ。読もうと思ってまだ読んでない、未だに。英語版はありますけどね。はい。次、じゃあ質問を。はい、じゃあ次の質問。ちょっと時間がなくなってきてるので、2つ一緒にお願いします。泉先生のお話の中で使われた図表が分かりやすかったのですが、何の本に掲載されているのですかっていうのが、ケン・メゾコシさんから一つと、あともう一つ、友明藤村さんから、強制労働キャンプの名簿はありますか？さっきの図表はこれですね。Justice in Our Time。日本語もあります。ちょっと今、5番なんですけど、これですね。リドレスの本
の Justice in Our Time の中で、にありますけど、結構あちこちで使われてるから、多分、日本語版ですかね、それ。これ、はい。泉訳したやつ。それから下村祐樹さんですね。はい。それから、監修が佐々木俊さん。これ日本語版ですよ。日本語版。90何年でしたっけ ?95 年かな ?95 年だ。確か。95年くらい。はい。にあります。キャンプの名簿は田中さんご存知ですか？多分あると思う。キャンプの、あれですよ。いわゆるインターメディア、POW キャンプね。捕虜収容所アングラー。そこは全部ありますけどもね。あります。はい。ないですよ。いわゆるゴーストタウンのところは、いちいちは全部その網羅されてるというのはないと僕は思うけどね。カストディアンファイルから、どこどこキャンプに行ったっていう人を抽出して、それで名簿っていうのを今作ろうとしてるんですけど、カストディアンファイルにだから名前が残っている記録が残っている人たちは、ランドスケープオブインジャスティスのカストディアンファイルで名前を入れたら、どこどこにいましたっていう、記録があります。で、それをちょっとまとめて、名簿化。でも、今、ビクトリアで、カナダのその強制移動に関わった人全員の名簿を、アメリカで慰霊帳って作りましたよね。それと同じようなものを作ろうとしている、プロジェクトが、今ちょうどまさにビクトリアでやっているところなので、おそらくいろんな、道路キャンプに行った人とか、どこどこのキャンプに行った人とか、POW に連れて行かれた人とか、農場に行った人っていう形で、整えられるんじゃないかなと思います。これ1年のプロジェクトなので、で、なんかそれをプラークにするんですよね。ピアレスさんご存知ですよね。なんか、プラークにして、個人の名前全部書いて、プラークを、なんだっけ、州議事堂の近くに立てるというのを今、やってると思います。ので、いろんな形で名簿が整えられていく。そうですね。行こうとしているという。幼い2世たちにとっては、その後、出会った時にですね、で、あんたどこにいたと。つまり、ゴーストタウンのね、どこにいたのかというふうなことが、つまり彼らのアイデンティティがそこにあるようですね。このそのゴーストタウンにね。はい。ランドステープオブインジャスティスの、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、これだけ書いておきますね。はい。いろんな、名前を、個人の名を入れると、いろいろわかるようなデータベース、たくさん載ってます。手上がって。はい。どうですか、次。また、もう、質問、よろしいですか？はい。どうぞ。どうぞっていいのかな、私が。すいません。また私ですけども、なんていうんですか、アメリカとカナダの、強制収容所に送り込まれたいきさつっていうんですか？それで、私がどっかで聞いて、理解してるのは、同じ日系人でも、日系カナダ人と日系アメリカ人と、処置が、違うということは、例えば、日系ハワイ人、アメリカハワイ人、日系ハワイ人ですね。で、あと、アメリカの本土の日系アメリカ人、それとカナダの日系人ですか？その、3つのグループが、戦後ですね、復活するのに、一番早かったのが、皮肉的にも、真珠湾攻撃をやられたハワイの日系人で、その次がアメリカの日系人。で、カナダが一番遅いっていうので、その根幹にあるのは、アメリカとカナダの憲法の違いですか？アメリカはいろんな問題があっても、個人の財産の没収は日系人についてもできなかったって、そんなふうに私、理解してるんですよね。はい、で、カナダは植民地で、イギリスの植民地で、それで、簡単に没収できたっていうんですか？そこのところどうなんでしょう？はい。
そうですね。今ちょっと、その法律の名前だけ入れときますね。カナダの場合、この War Measures Act、戦時措置法っていうので、すべての、全部、連邦政府からの命令で、この立ち退きであったりとか、移動であったりとか、あと財産没収とか、っていうことが、実際には行われたということなんですけど、で、戦時措置法っていうのは、もう戦争があったら内閣令は法律と同じ、効力を持ちますっていう、そういう、で、あとはもう何をしても、憲法違反にならないという、そういう、恐ろしい法律だったんですよね。で、今、今っていうか、1988年に、リドレスがあった時に、この戦時措置法はなくなって、で、代わりに、ちょっと最近話題になった、Emergencies Act っていう、緊急事態法っていうのに変わってるんですけど、で、この戦時措置法が、やはり、さっきいろんな、こんなひどい政策をされましたっていうことをずっと列挙したんですが、いちいち全部日系人はこれはおかしいって言って抗議をしてるんですよね。あと裁判もしてるんですね。だけど、全部負けてしまうんですよ。で、なぜかって言ったら戦時措置法があって、なおかつ憲法が成文憲法じゃない、書かれてないからなんですね。で、アメリカは、やっぱり1944年の12月にもう立ち退き命令自体が撤廃されてて、もう一切その日系人が日系人であるからっていう形で、権利の侵害をしてはいけない、というか、元に戻るというか、わけなんですけど、それはやっぱりアメリカ憲法が、移動の自由とかね、そういうものを、あと財産権も保障しているので、はい、連邦政府が、組織的に、カナダのように組織的に財産没収することはできなかったということですね。で、ハワイはちょっと特殊で、ハワイは、日系人は日系人が全部ターゲットにされて、強制収容とかはされてないんですけど、ハワイからかなりの人が、本土に移送されて、収容されたりとか、あと、ハワイでも、強制収容所はあった。お坊さんとかね、コミュニティリーダーとか入れられてまして、もうちょっとハワイ重要なのは、ハワイ自体が軍政下に置かれているので、全員の自由を、軍の、戒厳令下に置いたって形なので、ちょっとハワイは、それがいいのか悪かったのかっていう、どっちが自由なのかっていうのは、ちょっと、議論があるところですけど、なのでハワイは、全員の強制収容ってのはしてないということですね。はい。先生すいません。もう一つ、後藤のりおさんから来てるんですけれども、強制移動を免れてバンクーバーに留まった人が10人前後いたそうですが、レイシャルオリジンとは何を意味すると理解すべきなのでしょうかという質問が来ております。はい、ありがとうございます。もし後藤さんご存知でしたら、どういう理由で残ったかっていうのはわかりますか？多分なんで残ったかの理由とカナダ人と結婚した日本人は残りましたね。なるほど。はい。何人かいたそうです。それが10人ぐらいってことですか？ませんけれども、そういう例があったという話を読みました。わかりました。でも多分、カナダ人と結婚しても移動させられた人もいたんじゃないか。ごめんなさい。ちょっとこのこと私、まだ、把握してないんですけど。もしもし。はい。後藤です。ごめんなさい。中途半端な質問の仕方になって。何人か残ったという話は聞いていますし、事実、例えば、斉田愛子ですよね。彼女の、兄弟、一だった人は、白人と結婚したおかげで、バンクーバーに留まったということなんですね。ですから、医者その他、何人かそういう人を、幸運というのかどうかわかりませんが、バンクーバーに残ることができた人がいたということ。で、それを考えると、レイシャルオリジンというのは、一体どういうことなんだろうと考えさせられてしまうんです。という質問なんです。はい、わかりました。ピアレスさんから、白人と結婚していた日本人女性が残った
ケースもあるっていうことを書いていただいたんですけど、もしかすると、例えば、日本人の方が男性であって、白人の方が女性であるっていうパターンとで、違う結果になった可能性っていうのはあります。本ちゃんだけど、あんたメガネはつけてない。はい。ともありますし、この例外があるっていうことが、そのレイシャルオリジンそのものに関する、こと全体にとって何を表すのかっていうのが、ちょっと、曖昧な答えになっちゃうんですけど、例えば、結婚した時に市民権がどうなるかっていうので、今、学術的に流行っている言葉だとインターセクショナリティって言うんですけど、ジェンダーとレースの交差のところで、例えば戦争の時に誰が脅威とされて、誰が脅威とされないかとか、あとその人の人格は男性と女性でどのぐらい主体性が違うのかとか、なんか白人男性と結婚してたら、なんか日本人じゃなくなるっていうのは、片っぽで主体性ないってことでもあるわけですよね。まあ人格として。そのあたりのことちょっと複雑に絡むかと思うので、すいません。はい、あまりちゃんとしたことできないです。先生、もうお時間が参りました。はい、どうもありがとうございました。本当に。大丈夫でしょうか。はい、すいません。なんか、はい、ちょっと、十分なことを、ありがとうございました。申し訳ありませんでした。どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。